一枚の写真がある。1944年、列車の中に子供たちがいる。東京の鶴巻国民学校の児童たちだ。AI で色を入れてみる。空襲が激しくなる東京から地方へ向かう子供たち。学童疎開と呼ばれた。この子供たちはその後どんな時代を生きたのか。今日は戦時中の日本の写真をカラーにしながらあの時代の暮らしをたどってみたい。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社とGoogle で検索してみてほしい。祝出征陸軍砲衛少尉二浦英二、日の丸の小旗を持った人々が兵士を囲んでいる。 AI で色をつけてみる。召集令状、いわゆる赤紙は軍用封筒に入れられ、警察署から役場に届く。平次係が村長の前で開封し、旧氏が自宅へ届ける。届いたものは受領証に記名、捺印する。初期の頃、届けられるのは真夜中だった。午前1時、2時、周囲への配慮だったという。出征が決まると、村の小学校で壮行会が開かれ、多くの人に見送られて出発した。旭日旗と日の丸を持つ家族に囲まれた記念写真。 AI で色を入れてみる。入隊が決まると、こうして家族や親族が集まり記念写真を撮った。だが戦局が進むにつれ状況は変わった。服装は私服で、奉公袋は風呂敷に包む。挨拶回りは省略。令状は他人に見せない。単独で入隊する。そして髪と爪を遺品として家族に残す。ある村の記録が残っている。昭和19年3日に一度は赤紙が届いた。年の終わりには村の青年はほとんどいなくなっていた。割烹着を着た女性たちが銃を担いでいる。 AI で当時の色を再現してみる。国防婦人会。割烹着に白たすきが彼女たちの回復だった。始まりは1932年の大阪。港の近くに住む主婦たちが出征する兵士に湯茶を振る舞ったのがきっかけだった。国防は台所から。出征兵士の見送り、慰問袋の作成、留守家族の支援、防空演習。会員は最大で900万人を超えた。男たちが戦地に向かう中、15を守ったのはこの女性たちだった。セーラー服の女学生たちが銃剣を構えている。 AI で色を入れてみる。1937年東京。学校でも軍事教練が日常となっていた時代だ。男子だけでなく女学生にも銃の扱いが教えられた。大量の救急式軽機関銃が整然と並んでいる。 AI でカラーにしてみる。戦時中の日本には巨大な軍需工場が各地にあった。陸軍は工廠と呼ばれる直営の製造拠点を持ち、大阪砲兵工廠は東洋最大級の規模を誇った。数万人が働き、専用の鉄道網まで備えていた。海軍も呉や横須賀に海軍工廠を構えた。呉海軍工廠では戦艦大和が建造されている。戦車工場で溶接の火花が散っている。 AI で色をつけてみる。民間企業も軍需生産を担った。三菱重工業はゼロ戦を、中島飛行機ははやぶさを製造した。中島飛行機は当時東洋最大の航空機メーカーだった。戦争が進むと鍋や釜を作っていた町工場までもが銃弾や部品の製造に切り替わった。働き手の男たちが戦場に向かう中、工場を支えたのは学徒動員の中学生や女学生、そして女子弟身体の
若い女性たちだった。戦争末期には空襲から生産ラインを守るため、工場が地下や山の中に移された。松代大本 A のように政府機能ごと地下へ移す計画もあった。学生服の若者たちが酒を酌み交わしている。 AI で色を入れてみる。昭和17年頃、この頃大学や専門学校の学生にはまだ徴兵の猶予があった。教室で本を読み、友人と語り合う日常があった。だが翌年、その日常は一変する。制服に巻きキャハン、銃を担いで行進する若者たち。沿道では日の丸の小旗が揺れている。 AI でカラーにしてみる。1943年10月21日、明治神宮外苑競技場で出陣学と壮行会が開かれた。兵力の不足を補うため、大学や専門学校の文科系学生にも出征が求められた。それまで学生には26歳まで徴兵の猶予があった。この年、その猶予が撤廃された。秋の雨の中、7万人が集まった。東条英機首相が訓示を述べ、海ゆかばが斉唱された。行進する学生たちの中に笑っている顔がある。 AI で色をつけてみる。理工系の学生は兵器開発のため徴兵猶予が続いた。文科系の学生は前線へ。出征した学徒兵は約10万人とも言われる。多くが下級将校や下士官として配属され、特攻隊として出撃した学徒兵もいた。何人が帰らなかったのか、正確な数は今も明らかになっていない。疎開先の子供たちが縁側で勉強をしている。 AI でカラーにしてみる。疎開先では引率の先生や寮母と一緒に集団生活が始まった。学寮に使われたのは旅館や寺院、集会所。疎開先の国民学校に編入され、地元の子供たちと一緒に授業を受けた。朝5時半に起床、点呼、掃除、朝礼。授業が終われば水、運びや薪拾い、畑仕事や米作りの手伝いをした。父親が息子に絵手紙を送り、母親が娘にハガキを書いた。遠足や運動会では地元の子供たちと一緒に過ごした。ただ、戦争が長引くにつれ、疎開先でも食料や生活用品が不足するようになった。親と離れた寂しさは子供たちの心に残った。焼け野原の中で家族が手を合わせている。80年前のこの写真に AI で色を入れてみる。1945年3月10日未明、300機以上の B29 が東京の下町に焼夷弾を落とした。約2時間半の爆撃だった。一夜にして下町の大部分が焼け落ちた。死者は約10万人、罹災者は100万人を超えた。この写真は空襲から約1ヶ月後の豊島区西巣鴨。この家族も家を失ったのだろうか。周りには瓦礫しか残っていない。東京だけではなかった。大阪、名古屋、神戸、横浜、日本の主要都市は次々と空襲を受けた。疎開先にいた子供たちは空襲を免れた。だが、東京に残っていた家族の安否は住むにはわからなかった。廃墟と化した那覇の町に鳥居だけが立っている。 AI でカラーにしてみる。1945年3月、連合軍は沖縄に上陸した。日本軍は約11万6千人。沖縄県民からの現地招集を含めると約14万人。対する米軍は54万8千人。日本軍は水際での迎撃ではなく、内陸部に誘い込んでの持久戦を選んだ。首里の北方で激戦が続いた。鉄の暴風と呼ばれた艦砲射撃は地形が変わるほどの激しさだった。6月23日、第32軍の牛島満司令官が自決。組織的な戦闘は終結した。沖縄県民の死者は約12万2千人。そのうち9万4千人が民間人だった。戦前の沖縄の人口は約49万人。県民のおよそ4人に1人が亡くなった。米軍も死者2万人以上という大きな損害を受けた。
この数字はトルーマン大統領に衝撃を与え、日本本土への上陸作戦の判断に影響したと言われている。手帳を構える女性たち。 AI で色を入れてみる。1945年、連合軍の本土上陸が現実味を帯びていた。日本軍は結合作戦と呼ばれる防衛計画を立てた。九州と関東を中心に防御陣地の構築が進められた。根こそぎ動員と呼ばれる大量招集で約150万人が新たに動員された。だが装備は十分ではなかった。昭和天皇は後にこう振り返っている。決戦師団にすら武器が行き渡っていない。敵の落とした爆弾の鉄でシャベルを作っている。これでは戦争は不可能だと確認したと。少女たちが機関銃を構えている。 AI でカラーにしてみる。1945年6月、義勇兵役法が公布された。男性は15歳から60歳、女性は17歳から45歳。国民義勇戦闘隊として国を守る備えが進められた。この本土決戦は結局行われなかった。8月15日、日本はポツダム宣言を受諾した。最後にもう一度この写真を見てほしい。1944年、疎開先へ向かう列車の中の子供たち。この子供たちは大変な時代を生き抜いた。空襲を逃れ、親と離れ、疎開先で暮らし、空腹の日々を耐え、終戦を迎え、焼け野原の日本に帰ってきた。この世代の子供たちが大人になり、1960年代の高度経済成長を支えた。戦争で多くのものを失った日本を世界有数の豊かな国へと作り上げたのは、この時代を生きた人たちだ。私たちはこの人たちを忘れてはいけない。カラーにすることでより身近に感じていただけたら幸いだ。また視聴者の皆さんの中にもまさにこの時代を生きた方がいるかもしれない。ぜひコメント欄でお話を聞かせてほしい。今日も最後までご視聴ありがとうございました。この動画を気に入っていただけたらチャンネル登録、高評価ボタンで応援してください。